皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。この動画は、リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング入門の第2回目です。今回は、スクラッチを使って、キャラクターをもっと自由に動かす方法を学んでいきましょう。今日のゴールは、こちらの4つです。まず、キャラクターの状態である、属性を理解して、変化させられるようになります。次に、座標の考え方を学んで、狙った位置にキャラクターを動かせるようになります。さらに、イベントを使って、好きなタイミングでプログラムを実行できるようにします。そして最後に、これまでの知識を総動員して、簡単なリハビリ風のプログラムを作成します。この動画を見終わる頃には、プログラム作りの基本的な骨格をマスターできますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、本題に入る前に、前回の内容を少しだけ復習しましょう。プログラミングとは何か、覚えていますか？そう、コンピューターへの指示書を作ることでしたね。そして、私たちが使っているスクラッチは、ブロックを組み合わせるだけで簡単にプログラミングができる、初心者向けの言語でした。緑の旗が押されたら、10歩動かして、こんにちは、といった基本的なプログラムの作り方を学びましたね。でも、なんで座標やイベントなんて学ぶ必要があるのと思う方もいるかもしれません。実はこれ、リハビリテーションの現場につながる、とても大切な考え方なんです。例えば、座標、つまり位置の情報は、患者さんの関節が動く範囲や、体の重心がどう移動したかをデータとして捉えるための基礎になります。そして、イベント、つまり、きっかけは、患者さんが手を挙げる、声を出すといった特定の動作をきっかけに機器を反応させるような、インタラクティブな訓練に応用できるんです。それでは、スクラッチの画面を見ていきましょう。キャラクターが動き回るこの場所全体を、ステージと呼びます。ステージには、自分の好きな背景を設定することができます。リハビリの場面に合わせて病室や訓練室の画像にしたり、あるいは患者さんが楽しめるようなゲーム画面にしたりと、目的に合わせて自由に選んでみましょう。ステージ上の位置は、住所のように表すことができます。それが、座標です。座標は、X 座標、つまり横の位置と、Y 座標、縦の位置の組み合わせで決まります。これは数学のグラフと同じですね。X 座標は、右に行くほどプラス、左に行くほどマイナスになります。Y 座標は、上に行くほどプラス下に行くほどマイナスです。そして、ステージのど真ん中が、X も Y も0の地点になります。この座標を扱うためのブロックは、動きカテゴリーの中に用意されています。X 座標を〇〇、Y 座標を〇〇にするというブロックを使えば、キャラクターを一瞬で指定した場所にワープさせることができます。また、X 座標を〇〇ずつ変えるというブロックを使えば、現在の位置から左右に少しずつ動かすといった表現が可能です。では、早速練習してみましょう。こちらのプログラムを見てください。緑の旗が押されたとき、まず、X 座標を200、Y 座標を150の右上の隅に移動します。その後、1秒待ってから右下、左下、左上へと順番に移動し、最後に真ん中に戻ってくるプログラムです。皆さんもぜひ、一度試してみてください。先ほどのプログラムを作ってみましょう。まずはイベントカテゴリーよりグリーンフラッグが押された時を選択します。そして動きより X 座標、Y 座標を設定するブロックをドラッグ&ドロップします。そして1秒待つブロックを制御カテゴリーより選びます。そして、これを4回繰り返しますので、コピーして貼り付けていきましょう。コピーするには、右クリックしたブロック以下の部分が複製されます。これ全体をコピーするには、先頭のブロックで右クリックして複製を行います。このようにすると4回分の1移動するプログラムができました。あとは X 座標 Y 座標を入力していきます。そして最後に、猫のスプライトを中心に戻すブロックを追加します。
完成しましたので、実行してみましょう。さて、話は変わりますが、スクラッチで動かすキャラクターやもののことを、専門用語で、スプライトと呼びます。このスプライトは、それぞれが様々な情報を持っています。これを、属性と呼びます。スプライトの基本的な属性には、このようなものがあります。先ほど学んだ、1、つまり X 座標と Y 座標。そして、スプライトがどの方向を向いているかを示す、向き。大きさは、標準を10% として、どれくらい拡大縮小しているかを表します。さらに、見えているか、隠れているかという、表示、非表示の状態も属性の一つです。これらの属性は、すべてブロックを使ってプログラムの実行中に自由に変えることができます。それでは、スプライトの追加と属性の表示について見ていきましょう。こちらのステージに表示されているキャラクターがスプライトです。現在、下方に表示されているスプライトリストには、このスプライトしか表示されていません。こちらに表示されているのが現在選択されているスプライトの属性にあたります。こちらがスプライトの名前です。名前は、このように変更することができます。今回は猫と変更しました。変更はスプライトリストにも反映されます。こちらが X 軸座標。Y 軸座標となります。ステージのスプライトを移動すると、こちらの座標が変更されます。また X 軸座標、Y 軸座標を変更してもステージ上のスプライトも移動します。次に向きですが、これはスプライトの角度を調整することができます。この項目内でクリックすると、このような角度計が表示されますので、ここでドラッグして向きを変えることができます。スプライトの大きさは、パーセントで設定することができます。200% に設定してみましょう。そしてこちらが表示非表示を変更することができるボタンになります。これらの属性は、プログラムからも変更することが可能です。次に、スプライトを追加してみましょう。このスプライトを選ぶボタンを押すと、このようにスプライトのリストが表示されます。例えば、Apple のスプライトを選択します。すると、スプライトリストに Apple が追加され、ステージにも表示されます。また、スプライトを削除するには、スプライトを選んでゴミ箱マークをクリックしていきます。すると、このような表示となりますので、イエスで削除が完成します。プログラムで属性を変化させたいときは、動きや見た目カテゴリーのブロックを使います。例えば、大きさを10% にするとか、大きさを10ずつ変えるといったブロックがあります。また、90度に向けるで向きを変えたり、表示する隠すで見た目を切り替えたりすることも可能です。次に、属性を変更するブロックについて見ていきましょう。こちらは猫のスプライトに設定したブロックとなります。これらの紫色のブロックは、見た目のカテゴリーにあります。大きさを何%にする。大きさを何ずつ変える。表示する、隠す。などのブロックを、このカテゴリーより選択することができます。例えば、このブロックのパーセンテージを 200% にしてみましょう。そしてこのブロックをクリックすると、プログラムが実行されます。次に大きさを10ずつ変えるブロックを実行してみましょう。最初に大きさを 100% に戻します。そして、このブロックをクリックすると 10% ずつ大きくなります。こちらの数値をマイナスにすると、逆に実行するたびに小さくなります。そしてこちらが表示する。隠すのブロックです。隠すを押すと、このように非表示となります。再び表示をクリックすると、このようにスプライトが表示されます。こちらのブロックは動きカテゴリーの中にあるもので何度に向けるというものです。
数値の部分をクリックすると、このような角度計が表示されますので、こちらでドラッグして設定を行います。次は Apple のスプライトにブロックを配置していきましょう。Apple については、まだブロックが配置されていません。大きさを変えてみましょう。大きさを10ずつ変えるブロックを配置します。それでは、このブロックをクリックして実行してみましょう。このようにスプライトに書いたプログラムは、そのスプライトの属性を変更することができます。スプライトには、もう一つ面白い属性があります。それが、コスチュームです。一つのスプライトは、複数の絵、つまり見た目を持つことができます。これをパラパラ漫画のように素早く切り替えることで、まるでキャラクターが歩いているようなアニメーションを作ることができるんです。さて、これまで、緑の旗が押された時をプログラムのスタート地点として使ってきました。実は、このスタートのきっかけは、他にもたくさん用意されています。このきっかけのことを、イベントと呼びます。イベントブロックは、プログラムの一番上に置く、特別な形のブロックです。代表的なイベントブロックをいくつかご紹介します。おなじみの緑の旗が押されたとき。これはプログラム全体をスタートさせるときに使います。スペースキーが押されたときは、キーボードで操作するゲームなどを作るときに便利です。そして、このスプライトが押されたときは、キャラクターをマウスでクリックしたことをきっかけにできます。これらを使い分けることで、より対話的、つまりインタラクティブなプログラムが作れるようになります。次はコスチュームとイベントブロックを使用したプログラムを紹介します。最初に、こちらの猫のスプライトのコスチュームを見てみましょう。コスチュームタブをクリックすると、このように2つのコスチュームが含まれています。これらのコスチュームをクリックすると表示される画像が変更されます。これを繰り返すと、歩いているようなアニメーションとなります。それではコードタブをクリックして、プログラムを作ってみましょう。最初に、イベントよりグリーンフラッグが押された時のブロックを選択します。そして、コスチュームを切り替えるために見た目カテゴリーより、コスチュームを何々にするブロックをドラッグ&ドロップします。こちらの選択肢をコスチューム2にして実行すると、このようにスプライトの画像が変化します。またスプライト1とすると元に戻ります。歩いているように見せるには、スプライト1とスプライト2を繰り返せば良いことになります。次に前に進むには、動きカテゴリーより、X 座標を10ずつ変えるブロックを使用します。そして、これを右クリックして複製を取り下に貼り付けます。コスチュームは上のブロックはコスチューム2、下のブロックはコスチューム1と変更しておきます。そして、グリーンフラッグが押された時ブロックを結合します。これを実行すると、半歩分の歩行を実行することができますが歩いているようには見えません。そこで、制御カテゴリーより10回繰り返すブロックを使用してアニメーションを繰り返します。それでは、実行してみましょう。ちょっと動きが早いですね。そこで、少し時間を遅らせるために、制御カテゴリーより1秒待つブロックを使用して時間を遅らせます。今回は時間を 0.5 秒に設定します。下のブロックにも挿入しておきましょう。それでは、もう一回実行してみましょう。今回は、アニメーションがゆっくりとした歩行を再現しています。次にスペースキーが押された時ブロックを使って、歩行開始位置を設定してみましょう。このブロックに動きカテゴリーより X 座標、Y 座標を設定するブロックを結合します。そして、X 座標を-200、Y 座標を0と設定します。それでは、スペースキーを押してみましょう。すると、
このようにスタート位置に猫が移動します。その他にイベントカテゴリーには、このスプライトが押された時というブロックがあります。これを使ってみましょう。例えばこのブロックに、見た目カテゴリーより、こんにちはと2秒いうブロックを結合してみます。今回はこんにちはの部分をハロに変更してみます。すると猫のスプライトをクリックすると、このように吹き出しでハロの文字が表示されます。リハビリテーションの現場では、患者さん自身のアクション、つまり行動が訓練のきっかけになることがとても重要です。例えば、患者さんがボタンを押したときに、敵が表示されたり、目標の位置まで手を伸ばしたときに、ご褒美の音が鳴ったり。イベントは、このような患者さんの能動的な参加を促す仕組みを作るための、基本中の基本となる考え方なのです。それでは、前半の内容をまとめます。ステージには背景と座標があること。スプライトには位置や大きさ、コスチュームといった属性があること。そして、イベントを使うことで、好きなタイミングでプログラムを起動できること。これらの要素を組み合わせることで、動きのあるプログラムが作れるということを学びました。それでは、後半戦です。これまで学んだことを活かして、簡単なリハビリテーションのプログラムを作ってみましょう。今回作るのは、簡単な上司リーチング訓練です。画面上の目標、ターゲットをマウスでクリックする。クリックできたら音が鳴って、ターゲットが別の場所に移動する。というシンプルなものです。これにより、目と手の協調運動や、肩や肘を動かす可動域訓練が期待できます。ゲーム感覚で、楽しく能動的に取り組めるのがポイントです。まずは準備です。好きな背景を選びましょう。今回は青空にしてみます。次に、ターゲットとなるスプライトを選びます。リンゴやボールなどがわかりやすいですね。最初からいる猫のスプライトは、今回は使わないので削除してしまいましょう。次に、ターゲットのプログラムを作っていきます。きっかけは、このスプライトが押された時です。処理は、まずクリックされたら、ポップの音を鳴らします。そして、その後に、どこかの場所へ行くというブロックをつなげます。この、どこかの場所へ行くブロックが、毎回ランダムな違う位置に移動させるための鍵となります。最後に、ゲーム開始の処理を追加しましょう。緑の旗が押された時の処理です。まず、スタート、などのメッセージを2秒間表示させます。そして、ゲーム開始時の最初の位置を決めるために、ここでも、どこかの場所へ行くブロックを置いておきましょう。これで、クリックすると音が鳴り、ターゲットがランダムに移動し続ける、簡単なリーチング訓練プログラムが完成しました。さらに、ここから発展させることもできます。例えば、クリックしたらターゲットの大きさが変わるようにしたり、スコアを追加してクリック数を数えたり、制限時間を設けたりするのも面白そうですね。それでは、ゲームを作ってみましょう。まず、ファイルより新規を選択します。次に背景を追加します。例えば、こちらの背景を選択します。この猫のスプライトはいらないので削除します。ゴミ箱マークをクリックして、イエスを選択します。次に風船のスプライトを追加します。次は、このスプライトが押された時の処理を書いていきます。イベントカテゴリーより、このスプライトが押された時のブロックを選択します。そして、このスプライトが押されるとポップを鳴らすように設定していきます。音カテゴリーより、終わるまでポップの音を鳴らす。を選択します。そして動きカテゴリーよりどこかの場所へ行くを結合します。風船をクリックしてみましょう。すると、このようにランダムな位置に風船が移動します。次は、ゲームをスタートした時の処理を書いていきます。イベントカテゴリーより、グリーンフラッグが押された時のブロックを配置します。そして見た目カテゴリーより、こんにちは、と2秒いうブロックを追加します。
そしてどこかへ行く、ブロックを複製して、それを結合して完成です。それでは、ゲームを実行してみましょう。ゲームはクリックするとランダムに移動し、それを追いかけるものとなっています。プログラムの実行は、このような。エディター内で実行することもできますが、拡大ボタンによって全画面表示して実行することもできます。完成したプログラムは、このように全画面表示して実行すると、より楽しくゲームなどを行うことができます。もし、あなたがこのプログラムを改良するとしたら、どんな機能を追加しますか？例えば、患者さんから、もっと右上を狙う練習がしたい、という要望があったとします。そんな時は、ターゲットが出現する範囲を、乱数を使って X 座標を10例から200の間のように指定することができます。ゆっくりした動きで練習したいという要望なら、ターゲットが移動する前に、1秒待つブロックを入れて難易度を調整できますね。このように、患者さんの状態に合わせてプログラムをその場で調整できるのが、プログラミングを活用する大きな強みです。それでは、今回のまとめです。座標を理解することで、スプライトの位置を正確にコントロールできること。属性を変えることで、スプライトに多彩な表現をさせられること。そして、イベントを使い分けることで、インタラクティブなプログラムを作れること。これらの組み合わせで、あなたのリハビリのアイデアを形にする、その第一歩が踏み出せました。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。